ご視聴ありがとうございます。今回は、きつすぎる場所にある駅で進む大工事のご紹介です。この場所に駅ができた事情とその歴史、長年抱えていた課題と、JR 屈指の難工事に注目です。平日限定の改札にもしっかり入ります。今回私が乗るのが、東京駅から西に伸びる JR 中央線。列車は2駅目のお茶の水駅に向かいます。山手線などの線路から離れると、今度は秋葉原駅からやってきた総武線各駅停車の線路が見えます。秋葉原駅で山手線などの高架を乗り越えるこの路線、高さを保ったまま中央線に合流です。中央線の上下線の間隔が開き、総武線各駅停車の線路が間に入ると、次の駅からは複々線です。東京秋葉原寄りでは線路の高さが違うため、ホームに段差がある一方、ホーム2つ、線路4本のよくある構造です。私が降りたのは、10両編成の先頭。この駅のホームはほぼ全体が仮設タイプで、先ほどは影になっているので見えませんでしたが、奥の線路の向こうには重機があります。端にある階段を進み、上の階層へ移動です。階段の表面は綺麗に仕上げられていますが、左右の壁は違います。この部分の天井は波打った鋼板でできており、まだまだ改造途中。中央と奥から別の通路が合流し、すぐ改札口。骨組みが内側に張り出し、無機質なコンクリートが目立ちます。なお、この駅には緑の窓口がありますが、1箇所しかないため長蛇の列ができています。駅舎の様子がこちら。中身と同じように古く見える外観。右側にあったコンビニは、すでに閉店しているようです。なお、正面に見えている柱の上部は、小さなタイル張りです。駅舎横の橋を渡ります。そしてホーム終端のこちら側にも、ホームらしきものがあります。ただし台座の鉄骨だけの場所もあり、まだ完成形とは程遠いです。そして先ほど映っていた、重機などが乗っていた場所は、駅北側の神田川に張り出しています。川や擁壁に鉄骨を打ち込んで支柱にし、重機の重さを支えています。さらに左には、この駅で接続する、東京メトロ丸の内線の駅舎があります。お茶の水駅の今と歴史を、ここでおさらいです。神田川の南に JR、北に東京メトロの駅があり、両線は駅の東で交差しています。駅施設は独立しており、道路を歩いて乗り換える必要があります。双方の駅を挟む2つの橋、後で出てくるので覚えておいてください。先に開業していたのは、今の JR の駅。1904年、明治37年12月、中央線の前身である神戸鉄道が、新宿方面から延伸した際にできた駅です。場所は今とは違い、お茶の水橋の西側にあり、当時は2本の線路の両脇にホームがありました。路線の建設にあたっては、美観を損ねないという条件が付けられたため、神田川と崖に挟まれた場所に施設ができました。蒸気機関車も現役の時代ですが、お茶の水駅にはすでに電車が乗り入れ、新宿までは10分間隔と、意外と高頻度でした。1919年までに中央線は東京駅まで延伸。23年の関東大震災後、中央線は通勤需要と復興資材輸送の需要が拡大し、輸送量が急増したことから、震災による失業者対策も兼ねて、中野お茶の水間が複々線化されることになりました。また、この頃総武線の起点は両国橋駅で、隅田川を渡る橋梁がなかったため、利便性に難がありました。震災を機に区画整理が行われ、両国お茶の水間の高架線を建設できるようになったことから、総武線をお茶の水駅に乗り入れさせることになりました。川と崖に挟まれた難しい工事を乗り越え、お茶の水駅は1932年に今の場所に移転。ホーム2つ、線路4本の構造になり、駅舎は2つの橋のたもとに作られました。総武線が内側、中央線が外側で、隣同士で乗り換えが可能。今では通勤電車の運行系統は分離されましたが、かつては双方にまたがる列車があったほか、特急列車が直通することもあり、また、総武線がお茶の水で折り返せるよう、これらに対応した線路が駅の西側にあります。移転時に駅舎も新築され、それまでは乗客を一度待合室に入れてからホームに流すやり方が主流だったのが、乗客の流れを止めずにさばくスタイルになりました。これは今後の駅舎の設計にも取り入れられ、運行頻度の高い都市型輸送を支えるものになります。
そしてお茶の水橋口の駅舎は、この時建てられたもの。おおむね当時のままで、90年余り経つ今でも現役です。そして、54年には丸の内線の駅が開業。56年には隣の淡路町駅まで路線が伸び、中間駅になりました。丸の内線は神田川を橋梁で渡るため、一度地上に出てから地下に戻っており、聖橋からはこれらの路線が一望できます。駅の場所は複数検討されたものの、コストや難易度も考慮し、神田川の北側に作られました。入り口の一個下にある改札ホーム階にも、窓から光が差してきます。また、この先で地上に出るため、向こうからは光が漏れてきます。ちなみに手前にある渡り線は、次の淡路町が終点だった頃、向かって左の線路だけで運転していた時に使っていたのが、今でも残っているものです。ちなみにお茶の水橋では、JR とメトロを乗り換える乗客で東側の歩道が混むため、車線の位置を変えて歩道を広げる予定です。そして現在 JR の駅で進む、この工事。戦後、通勤電車の重量化に伴ってホームが伸ばされたものの、ホーム幅はそのままで、この駅にはエスカレーターやエレベーターがありませんでした。一方、駅周辺には名だたる大学病院が並ぶため、バリアフリー化の要望は絶えずありました。実は国鉄分割民営化の直後、89年にコンペを開いて駅舎の改築計画を募集、実際にプランを選定するところまで行きましたが、列車を運行したまま工事を進めるのが難しいという理由で、立ち消えになっていました。その後2010年、JR が駅のバリアフリー化を決定。線路の上に幅25メートル長さ140メートルの人工地盤を作り、両端の駅舎をつないだ上で、駅前広場の整備も行います。当初は2020年度の完成としていたものの、地中に埋まっているものの処理に時間がかかるなどして、工期が伸びています。一方中央線では、このチャンネルでもしばしば取り上げている、あの工事が進んでいます。中央線の快速電車にグリーン車2両を増設し、最大12両にするものです。この計画のため、これまで10両分だったホームの延長がメニューに加わり、より難易度の高い工事になりました。駅構内に戻り、工事の進み具合と今後を見ていきましょう。お茶の水橋口改札の正面には、こんな掲示が、大きな駅ではよく見るものですが、お茶の水駅の場合、また違った意味合いがあります。階段を降ります。エスカレーターがあるのは、ホームのもう少し奥です。三鷹駅からここまで複々線ですが、同じホームで乗り換えられるのはこの駅だけ。ただし発車時刻が合わないこともあり、ホームに乗客が滞留する原因になります。ホームは2つあるものの、基本的な構造はどちらも同じで、各施設備もおおむね左右対称です。正面にあるのが、2019年1月に使用が始まったエレベーター。ホームが狭いため、左右は立ち止まり禁止エリアになっています。ちなみにこのホームの途中には、総武本線の起点であることを示す、0キロポストがあります。そしてこの奥には、階段とエスカレーターが1個ずつあります。エスカレーターは上下両方があるものの、ホーム幅が狭いため大型のものが置けず、横1列でしか乗れません。平日朝10時半頃の様子がこちら。2本の列車のタイミングが合うと、こうして乗客が滞留します。この後ろには臨時改札口が1箇所あるだけなので、数両分の乗客がここに集まります。そしてその前には柱。せっかくのバリアフリー設備ですが、なかなか不便です。また、乗客が並ぶさらに手前には、上から斜めに伸びる鉄骨が。そう、ここに階段ができる予定で、今私がいるあたりに仮囲いが設置され、ホームが狭くなるのです。東京秋葉原方面ホームが今日の始発から、隣のホームは8月20日の始発から設置されるそうですが、安全性の低下と混雑悪化が心配です。一方、まだよく見ていなかった神田川の上の様子がこちら。車両を線路に入れるためのゲートがあるほか、奥には道路から車両を入れるためのゲートもあります。他に工事用のヤードが置ける場所がないとはいえ、川の上にこれだけの施設を作るので工事費もかさみ、難易度も相当なものです。これが今までお茶の水駅で大掛かりな改良工事が行われてこなかった理由です。この桟橋は幅22メートル、長さ120メートル、高さ15メートルという大規模なもの。川の流れを阻害しないように、水量の少ない年間6ヶ月ほどしか設置できないのですが、
桟橋は設置するだけでも半年かかるため、それでは工事ができません。そこでここからおよそ1キロ上流まで川底を掘り、桟橋を設置した状態でも川が氾濫しないようにすることで、桟橋を常設する許可を得ました。また、川底を掘ったことで線路の地盤が崩れないよう、護岸も改修されました。桟橋から線路内に重機を入れられるようになったのが、2014年3月。ここから工事が本格化し、ホームの土台はもともと土を盛ったタイプだったのを、鉄骨組に作り直し、ホーム下での作業空間を確保。その後駅舎の基礎や支柱を作り、人工地盤の建設がスタートしました。一方、このすぐ奥には聖橋が。工事用の桟橋はここまでです。こちらのホームには聖橋の橋脚はありませんが、隣のホームでは真ん中に居座っています。そして聖橋の先にあるのが、平日限定の臨時改札口。朝7時半から11時までしか開いていません。というわけで、開いている時の様子がこちら。階段には、切符や自規定期券では出られない旨の告知が。また、この改札にはトイレもありません。からの、Suica と JRE ポイントをおすすめする広告。商売上手ですね。改札機は2台だけ。左側の精算機を使えるのも IC カードの場合だけです。この改札は87年4月にできたもので、当時は日曜祝日を除く朝8時から9時15分のに開いていました。92年には自動改札機が導入されたり、営業時間が変更されるなどして今に至っています。臨時改札口だけあって、最初に見たお茶の水橋口と比べ随分質素な作り。なお、ここから出れば聖橋の大通りを横断しなくて済むので一定のニーズがあります。そしてここに続く階段の裏から左右の線路の段差が本格的に大きくなります。お茶の水駅が今の場所に移転した当時、ホームは全長150メートル余りで左右の線路が同じ高さの場所に収まっていました。編成が長くなるにつれてホームを伸ばした結果、段差のあるホームになったというわけです。左右の線路はこの先では交差しないので、段差はそれほどなく、こちらのホームでは終端ギリギリまで左右を行き来できます。そしてお茶の水駅には、ホームが狭いのもあってベンチがありませんが、先ほど通った場所には貴重なベンチがあります。一方、隣のホームでは、左右の線路が先で交差するため、総武線は上り、中央線は下りの急勾配で、高低差がどんどん広がり、先頭1両分では左右を行き来できなくなります。ホームの幅も狭くなっていき、ラッシュ時には混みそうです。両線の勾配は、総武線が33%ミル、中央線が23%ミルという、かなりのきつさ。こうして見ると、狭い土地でのやりくりの大変さがわかりますね。ちなみにここにある足元注意の看板、両線のラインカラーに合わせて地の色が違います。続いてこのホームの上を、改札階を通って移動してみます。この通路は、駅改良工事に合わせて新しく作ったもの。ほどなくして上り坂になるのは、向かって右、駅の南側にある道路が坂になっており、それに合わせるためです。上り坂が終わるところで、左のフェンスが外れます。保護用のシートがかけられているものの、本節の駅舎の外装がわかります。そしてそれは、天井も同じ。すでに出来上がっている場所のあたりでは、外壁の足場も外れています。エレベーターの乗り場がこの左右裏側、その先には階段があり、さらに奥にはコンビニとトイレが並ぶ、整然としたレイアウトです。ここが駅舎の突き当たり。左右では、ホームから上がってきたエスカレーターが合流です。ただし先ほどのカットでは、ここより奥に階段ができることになっています。そしてこの右側に続く改札。ここが聖橋口です。床面にタイルなどはなく、内装はシンプルな作り。ただし、お茶の水橋口とは違い、年季の入ったものでもありません。駅舎は狭く、指定席券売機は1台しかありません。幅と奥行きが今一つ足りず、直射日光を避けるため、券売機の前にはのれんがあるという珍しい趣向です。皆さんご想像の通り、この駅舎は駅改良工事に伴って作られたものです。駅を出て左に曲がり、東京メトロ千代田線の新お茶の水駅の出入り口が意外と近いことに驚きつつ、交差点でぐるりと回ります。交差点の角に面した土地。そう、もともと聖橋口があったのがこの場所です。改良工事に伴い、元の駅舎のあたりは駅前広場になり、
将来的に改札口は人工地盤の上に作られる予定です。元の駅舎では改札口を出てすぐに道路でしたが、改良後は道路との間に駅前広場ができ、お茶の水橋口と同じく、ゆったりしたスペースになりそうです。そして、元の駅舎を使うお茶の水橋口とは違い、駅舎を作り変える聖橋口では、一旦仮駅舎を作る必要がありました。人工地盤が途中で途切れていたのはそのためです。旧聖橋口駅舎と跨線橋の解体はすでに終わり、人工地盤の延長と新聖橋口の施工が進みます。工事完了予定は2025年3月。あと2年足らずで駅は大きく変わります。ご視聴ありがとうございました。